こんにちは、おもよです。こんにちは。はい。さあ、今日は、スピリチュアル心理学。スピリチュアル心理学って、いつからか私が呼ぶようになった自分のいろいろあるワークの中で、スピリチュアルに心理学を学ぶというものをスピリチュアル心理学っていう風に呼ぶようになったんですけど、普通に一般的にある心理学とはもう全然別物で、そのスピリットに生きるために知っておかなきゃいけない心理学のことを指してます。スピリットに生きるために知っておいた方がいいよね。自分の心のメカニズムっていうことなんですけど、今日はその中でもインナーチャイルド、時代が本当に変わってきて、いろんな人にワークをする中で、インナーチャイルドの癒しがすごく簡単になっているよっていう、今日は皆さんにとってもいいお知らせなんですけど、私いろいろあるワークの中で皆さんのインナーチャイルドを癒すっていうワークがすごいもう大好きなんですよね。で、その好きな理由っていうのは、インナーチャイルドを癒すと皆さんの変容がめちゃくちゃ進むからなんですよ。たくさん変容するってことなんですけど、より皆さんが、本当の自分、スピリットに戻っていくスピードが、インナーチャイルドの癒しをやると速くなるから、すごい好きなんです。それもあるし、単純にインナーチャイルドに絡まってないで生きるっていうのは、すごい楽だと思います。私も経験したんで、早くインナーチャイルドじゃなくて、本当の自分で生きられるようになると楽になるのになっていう思いがあるっていうのもあるんですけど、インナーチャイルドって簡単に言うと、ありのまんまの私じゃダメなんだよっていうことを私たちに伝えてくる存在。だから皆さんもありのまんまで生きたいなっていう思いはあると思うんだけど、なぜこんなにありのまま、そのままで生きられずに、いろんな自分じゃない自分を作ってしまうかって疑問に思うと思うんですよ。そんなに生きづらいならさっさと本当の自分に戻ればいいのにって思うのに、なぜいつもこんなに自分じゃない自分を装ってしまうんだろうっていう疑問がある方は、そこにはインナーチャイルドという、簡単に言ってしまうと心の傷があるんですよね。で、この傷はやっぱり二度と傷つきたくないから、傷つかないために私たちを守っているつもりで、自分じゃない自分を作らせるわけなんですけど、思っている以上にパワフルなんですよね。だからインナーチャイルドって癒した方がいいよなんですけど、本当に私がこの仕事を始めた頃は、インナーチャイルドの癒しね、すごい時間がかかったんですよ。まずインナーチャイルドを見せてもくれないっていうところから入ったりとか、見えたとしてもなかなか全然手放せないとか、結構いろんな試行錯誤を重ねないとインナーチャイルド癒せないみたいな風になってたんですけど、私たちって本当に個人個人にワークをやっているようで、個であるものも一つの大きなエネルギー体なんだと思うんですよね。だからこのエネルギー体って時代の流れによって変わるので、個々の癒しもそのエネルギー体の変容によって癒しのそこのスピードが速くなったり遅くなったりってするわけなんですけど、今の時代すごい勢いで5次元に移行しようとしているからなのか、多分そうだと思うんだけど、インナーチャイルドの癒しをしますっていう風にやらなくても、普通にエネルギーワークで言ってみるとエネルギーで遊んでいる皆さんは、意識をハートの空間に落として、そのハートの空間にいるって気持ちいいな、心地いいなとかっていう風に遊んでいるだけでインナーチャイルドが癒されている。インナーチャイルドの深さとかにももちろんよるんですけど、わざわざそのハートの空間に落ちて、そこからまたインナーチャイルドに会いに行ってとか、そのインナーチャイルドと話してとかっていうことをしないでも、要するにマインドの
外側に意識を下ろす。つまりそのハートの空間に意識を下ろして、その空間を楽しんでいるだけ。もしくは、この空間に存在して、前回の動画でも紹介したんですけど、その竜に出会う。竜って工事の存在なので、その存在の波動に触れるだけで私たちの意識次元っていうのが高まるんですよ。そういうワークをやってると、私から見て皆さんのインナーチャイルドの癒しがパパパパパパってこう勝手に進んでいる感じなんですよ。だからなんかそのインナーチャイルドの癒しだとか言ってこだわったりとか、インナーチャイルドの癒しをしなきゃいけないんだとかっていう風に固執しなくても、スピリットに帰っていくワーク、これがよく私が提供するワークですよね。そのマインドから消化体に落ちて、消化体からハートの空間に落ちていく。言葉にするとこの3ステップぐらいしかなくてすごくシンプルなんですけど、この空間に意識を落としているだけでインナーチャイルドがもう勝手に癒されていくので、この空間からまた、マインドの方に意識って戻ってくるんですけど、戻ってきた時にそのインナーチャイルドにとらわれずに生きている自分になってるっていう感じなんですよ。最近やったのはレベル1のコースなんですけど、エネルギーワークだよみたいな感じでこうみんなでワークをしたりして、いやもう本当に気持ちがいいねとか言って、ハートの空間の高い意識の高い次元でこうみんなで遊んでいるだけなんですけど、私見てるとあれインナーチャイルドが癒されてってるみたいな。だからそれってそう私たちは個の人間であるんだけれど、スピリットではこうみんなつながってて、最後一つなんだよね、ワンネスって。でこのワンネスの部分もずっと時代の流れとともに変容していってるわけで、この変容で本当に意識が高次元に上がろうとしているんだなっていう感じですね。だからなんていうのかな、インナーチャイルドなんかにとらわれている場合じゃないっていうようなワンネスの動きなのか、私たちにしてはすごいいいニュースで、そうだからハートの空間に意識を落として、なんか自分のその故郷を楽しんでいたりとか、そこで工事の存在と話したりとか、竜に会ったりしていると、インナーチャイルド消えてるの。すごいでしょ。インナーチャイルドって時々こう癒してて苦しくなってる人とかいるんだけど、すごい固執してしまってるんだよね。もうこれを消さなきゃみたいな。でも消さなきゃっていうコントロールがすごい入ってしまってて、余計にそのインナーチャイルドがどこにも行かないみたいな風になっているんですよね。インナーチャイルドって、自分の一部分の意識なわけだから、なんかこうどこかに追い出そうとすればするほど余計戻ってきてしまう。それっていうのは、あなたを認めてませんよってインナーチャイルドに言ってるようなもんだから、認めてよって言って余計こう大きくなるんだよね、インナーチャイルドのパワーっていうのは。それはその癒すと真逆のことをしているわけなんで、インナーチャイルドって本当の意味で受け入れてあげると消えていくんだけど、その消すためにインナーチャイルドの癒しっていうのをやるから、うまくやってあげないと逆にインナーチャイルドって大きくしてしまうっていうことも全然あるわけなんですけど、なんかだからインナーチャイルドっていう風にやるんじゃなくて、本当に空間で遊んでいる高次元と戯れているみたいなことで勝手に癒されている、分離した意識が戻ってきているっていうことが起きてますよということでした。はい、今日の動画が役に立ったと思う方はぜひビッグいいね、チャンネル登録もお願いします。また会いましょう。バイバイ。